スポーツを数字で見えるか市場規模ランキング1位は野球ではない。日本のスポーツ市場がどのくらいの規模なのかまとめます。大方の予想を覆し、野球は2位でした。サッカーは4位です。なお、スポーツ市場は見る市場とやる市場に分かれます。今回は合算した金額でランキングを作っています。それでは5位から。5位、釣り2400億円。釣りは圧倒的にやるスポーツです。やる参加型約2400億円、釣り具用品約1500億、乗船料餌代管理釣り場代など約900億、見る工業型約20億円未満、プロトーナメントの運営費、放映権、グッズ、推定納税額約360億円、消費税、法人税、入漁料やボート登録に伴う高速効果の推計。1、業界特性推移傾向。業界特性、消耗品の継続購入と高額な初期投資のハイブリッドです。一度始めると仕掛けや餌などの消耗品で数千円、リールや竿の買い替えで数万数十万円が動きます。推移、コロナ禍で究極の3密回避レジャーとして若年層と清掃が急増。2021年頃、2025年現在はそのブームが一段落し、ライト層の離脱とコア層の進化という二極化が進んでいます。人数、参加人口は約540万人。2024、2025年レジャー白書と前世紀の2000万人1990年代に比べれば減っていますが、1人当たりの年間消費額は上昇傾向にあります。傾向、タイパ重視、船を出さず近場で短時間楽しむライトソルトやエリアトラウト管理釣り場が人気。インバウンド、日本の高品質な釣り具島の大和等を目当てに訪日する外国人が増え、都市部の釣り具店は活況です。2、税金のトラブル事例と注意点。釣りにまつわる税金の話では、趣味の範囲を超えた場合にトラブルが起きやすいのが特徴です。釣り系 YouTuber の経費否認、最近増えているトラブルです。釣りの様子を配信して収益を得ている場合、釣り具代や遠征費船代宿泊代を経費にしようとしますが、税務署からこれは単なる趣味の延長家事費ではないかと指摘される事例があります。動画に関係ない兆候ではないか、高級リールは資産ではないかという点が争点になります。釣った魚の販売副業所得。最近アプリや直販サイトで釣った魚を売る人が増えています。トラブル、売上が年間20万円を超えているのに確定申告をせず、後から税務署に指摘されるケース。区分継続的に言っている場合は事業所得や雑所得になりますが、確定申告を忘れて無申告課税を課されるリスクがあります。遊漁船の脱税、一部の個人経営の遊漁船釣り船において現金商売であるために売上を過少申告し、税務調査で重加算税を課されるといった事例が古くから一定数存在します。まとめ、釣りはゴルフに次ぐ金のかかる大人な趣味としての地位を確立しています。ゴルフがゴルフ場利用税という公的な税金と密接に関わるのに対し、釣りは個人の所得 YouTuber や魚の販売と経費の境界線で税務上のトラブルが起きやすいという特徴があります。4位、サッカー3800億円。サッカーはやると見るが拮抗しているバランス型と言えます。やる参加型約2200億円、用品スパイクウェア等約1300億、スクールフットサルバライト、見る工業型約1900億円、J リーグ全60クラブ売上約1720億、日本代表戦と推定納税額約570億円、消費税、法人税、海外移籍に伴う源泉徴収などの推計。1、業界特性推移傾向。業界特性移籍金市場。2024年度から J リーグも移籍金収入を公式に開示し始めました。国内から海外へ選手が移籍する際の移籍保証金がクラブ経営の重要な柱、年間4050億円規模になっています。人数競技人口、サッカーの登録参加人口は約400万人、440万人。フットサル含む10代20代の若年層が圧倒的に多く、ゴルフに比べて消耗品スパイク等の買い替えサイクルが非常に早いため、用品市場が安定しています。トレンド新スタジアム高架広島などの新スタジアム建設により、入場料収入が過去最高を更新。 J リーグ全体で1700億円超、見る市場が急成長しています。放映権のデジタル化、プラットフォームによる放映権料がリーグから各クラブへの分配金の源泉となっています。2、税金に関するトラブル特殊事例。サッカー界では他のスポーツとは異なる税金の悩みが存在します。プロ選手の肖像権と脱税トラブル、欧州のトッププレイヤーメッシやロナウドなどで有名ですが、日本でも肖像権管理会社を使った節税が注目されます。トラブル、選手個人に入る報酬を税率の低いタックスヘイブン等の会社に肖像権使用料として流す手法です。度が過ぎると日本でも税務署から実態のない会社への所得移転とみなされ、追徴課税の対象になります。クラブの赤字補填と寄付金問題。親会社が経営難のサッカークラブに資金を出した場合、それが広告宣伝費か寄付金かで税務上の扱いが激変します。ポイント、以前は赤字補填は寄付金損金にならないとされがちでしたが、現在は J リーグのルールに基づき合理的な再建計画があれば広告宣伝費経費として認められやすい特例のような運用がなされています。インボイス制度の影響、多くのプロサッカー選手は個人事業主としてクラブと契約しています。課題年俸が1000万円以下の若手選手であっても、インボイス登録をしないとクラブ側が消費税の控除を受けられなくなるため、若手選手の納税負担や契約形態への影響が議論されています。スパイクや遠征費の経費制。プロ選手の場合、プレーに使うスパイク、トレーニング代、
身体のケアマッサージ等は経費になります。しかし主婦や高級車をイメージ戦略のための経費として主張し、税務署と揉めるのはプロアスリート特有の事例です。まとめ、サッカーはゴルフのようにプレーするたびに利用税を払うという特殊な税金はありませんが、プロ選手の個人事業主としての納税やクラブ運営に関する法税務が非常に複雑で、ビジネスとしての色合いが強いスポーツといえます。3位フィットネス5200億円。フィットネスは他のスポーツと異なり、見る観戦という概念がほぼ存在せず、市場の 100% 近くが個人のやる月謝施設利用で構成されている極めて特殊な課題市場です。やる参加型薬も1200億円。24時間ジム、総合フィットネス、ピラティス、パーソナルジム等の会費、見る興行型ほぼ0円。ボディビル大会などのチケット収入はあるが、統計上は極めて微小。推定納税額約780億円。消費税、法人税、固定資産税、店舗設備が多いためなどの推計。1、業界特性推移傾向。業界特性サブスクリプション型、幽霊会員入会しているが通わない人を含めた月会費が主な収益源です。ゴルフや釣りなどの都度払い用品購入型と異なり、ストック型のビジネスモデルであることが最大の特徴です。人数参加人口約700万人800万人。チョコザップのような低価格コンビニジムの爆発的普及により、これまでジムに通わなかった層が大量に流入しています。水位総合から特化へ大型のプール付き施設から24時間営業の小型マシン特化型やピラティスヨガ専用スタジオへのシフトが進んでいます。 AIDX 化2025年現在は AI がメニューを提案するスマートジムや無人店舗での運営が業界のスタンダードになりつつあります。健康寿命への意識が高まる中、65歳以上の高齢者の参加率が上昇しており、リハビリや予防医学としての側面が強まっています。2、税金のトラブル事例と注意点。フィットネスにおいて最も多いのがジム代は経費にできるかという税務上の争点です。個人事業主の事務代経費否認問題。体力をつけるのも仕事のうちと考え、事務代を経費にするフリーランスが多いですが、税務署には原則として認められません。理由、健康管理は家事費的な生活費とみなされるためです。モデルやブロ格闘家など、その体型を維持することが直接的な売り上げに直結する職種でない限り、否認されるリスクが極めて高いです。プロ野球選手の自主トレ費用申告漏れ事件。巨人の坂本勇人選手などが自主トレ費用を経費として申告した際、一部が認められず修正申告したニュースが話題になりました。事例プロ選手であっても、球団の練習外で行う個人的なトレーニングやサプリメント代の一部は個人的な支出とみなされることがあり、プロアマ問わずどこまでが業務かの線引きは非常に厳しいです。法人による福利厚生費の悪用。会社で事務と契約し、社員が使えるようにしている場合は福利厚生費経費になります。トラブル、実際には社長や役員だけが通っている場合です。これは福利厚生とは認められず、役員への給与賞与とみなされ、会社側に源泉徴収漏れのペナルティ追徴課税が課される事例が多発しています。特有の固定資産税負担。大型フィットネスクラブは建物の中にプールや特殊な空調設備、何百台ものマシンを抱えています。これらは償却資産として毎年固定資産税がかかるため、他のスポーツ施設公園などに比べて事業者が自治体に納める税金の負担率が高い傾向にあります。まとめ、フィットネスはやる参加だけで市場規模が5000億円を超えるという国民の健康維持に直結した巨大産業です。その反面、個人的な健康管理と仕事の経費の境界線が極めて曖昧なため、節税をめぐる税務調査で最も狙われやすいスポーツジャンルとも言えます。2、野球6200億円。野球は日本で唯一見る工業とやる用品施設がともに3000億円規模という巨大な両輪で成り立っている国内最強のスポーツビジネスです。やる参加型約3200億円。用品グラブバット等1700億。バッティングセンター、スクール、施設利用料、見る工業型約3000億円。 NPB12 球団売上チケット飲食グッズ、放映権料、スポンサー料、推定納税額約950億円。消費税、法人税、高額年俸選手による所得税、地方税などの推計。1、業界特性推移傾向。業界特性放映権と興行の両立チケット売上だけでなく、スタジアム内の飲食、球場看板のスポンサー料、さらにはサブスクリプション型の配信サービス、スカパー等からの放映権料と収益源が極めて多角化しています。水位大谷効果と NPB の好調。2024年から2026年にかけてメジャーリーグ MLB での日本人選手の活躍により、野球用品特に高額なグラブの売り上げや野球を始める子供が再び増加する再ブームが起きています。傾向、ボールパーク化が進んでいます。日本ハムのエスコンフィールドのように試合がない日もホテルやサウナ、商業施設として稼働させることで野球ファン以外からも収益を上げるモデルが主流になりつつあります。人数、競技人口やる人は約700万人以上。観戦者見る人は1試合平均約3万人×年間850試合以上セパ合計という他の追随を許さない動員力を誇ります。2、税金に関するトラブル特殊事例。野球は動く金額が大きいため、税金にまつわるトピックも非常にプロフェッショナルな内容になります。プロ野球選手の高額納税と節税。プロ野球選手は全員が個人事業主です。1億円プレイヤーの場合、
所得税住民税を合わせて約 55% 近くを納める必要があります。トラブル自宅の一部をトレーニングルームとして経費にする、自家用車を移動用として経費にするといった処理が税務署から使用ではないかと厳しくチェックされるのが毎年の恒例です。契約金下課金の内切り支給と税務、新人が入団する際の契約金には特殊な税金の計算方法平均課税制度があります。事例本来単年度に数億円が入ると翌年の税金が凄まじいことになりますが、野球界のような特定ジャンルのプロには税負担を緩和する特例が存在します。これを正しく処理しないと引退後に多額の追徴が来るプロ野球浪費伝説の要因になります。ふるさと納税とスタジアム、自治体がスタジアムの改修費用をふるさと納税で募る事例が増えています。事例、日本ハムの球場建設の際など自治体への寄付を通じて球場整備を支援し、返礼品としてチケットや限定グッズをもらう。これは寄付金控除を活用したスポーツ支援の新しい納税形態です。サインボールや用具のメルカリ転売として近年ファンが転売目的でサインや限定グッズを入手するケースが問題視されています。トラブル転売による利益が年間20万円を超えると確定申告が必要ですが、これを怠り無申告となる一般人が増えており、税務署の監視対象となっています。まとめ、野球は12球団がそれぞれ巨大企業として納税雇用を生み出しているほか、数千億円規模の用品メーカー水の塔やバッティングセンター産業を支えています。ゴルフが富裕層の個人消費なら、野球はマスメディアと地域を巻き込んだ巨大インフラとしての納税額が目立つのが特徴です。番外 E スポーツに100億円 e スポーツはこれまでの伝統的スポーツとは市場の構造が全く異なります。最大の特徴はやるゲーム機の購入などの大部分がゲーム産業10兆円超としてカウントされるため、 e スポーツ市場に100億円は見る工業と企業スポンサーが主役である点です。見る工業広告約200億円、スポンサー料約6割、放映権、イベント運営、チケット、やる参加型支出数千億円。 e スポーツ市場には含まずゲーム市場として集計 PC デバイス代、課金と推定納税額約30億円、興行に関連する消費税、法人税、賞金の源泉徴収などの推計。1、業界特性推移傾向、業界特性スポンサー指導、市場の 60% 以上がスポンサー収入です。野球やサッカーのように入場料だけで成立させるのはまだ難しく、企業の広告宣伝費に支えられている側面が強いです。推移、2018年頃は約40億円でしたが、2025年度には約200億円を突破しました。年平均線は 120% の超高速成長を続けています。ファン人口日本国内のファン数試合を見る応援する人は1000万人を超えると予測されており、もはやニッチな趣味ではありません。傾向、教育福祉への広がり、高校の e スポーツ部創設や高齢者の認知症予防、障害者向けリーグなど社会課題解決としての活用がビジネス化しています。2、税金に関するトラブル特殊事例。 e スポーツ界ではまだルールが未整備な部分が多く、税務上の落とし穴がいくつか存在します。賞金の所得区分トラブル、大会データ賞金が一時所得課雑所得課事業所得課で税額が大きく変わります。トラブル趣味で参加してたまたま高額賞金を得た場合、一時所得とプロとして継続的に稼いでいる場合、事業所得で計算が異なります。これを間違えて申告し、後から不足分を徴収されるケースがあります。注意点、年間20万円以上の賞金を得た場合は確定申告が必要です。経費の家事案分が極めて厳しい。トラブルプロゲーマーが24時間ゲームをするのが仕事として、自宅の家賃や光熱費、ネット代の 100% を経費にしようとするケースです。現実、税務署は私生活でも使うだろうと判断するため、100% 経費はほぼ認められません。何割が業務かという案分案分を厳しく追求されます。海外大会の外国税額控除、事例日本人選手が海外の大会サウジアラビアやアメリカ等で優勝し、現地の税金を引かれた状態で賞金を受け取った場合です。落とし穴、日本でもそのまま申告すると二重課税になります。これを回避する外国税額控除という手続きを知らずに、税金を払いすぎてしまう選手が少なくありません。未成年の賞金と扶養控除、事例、10代の選手が数百万円の賞金を獲得した場合、トラブル、子供の所得が一定額48万円等を超えると、親が受けている扶養控除が外れてしまいます。その結果、親の所得税住民税が跳ね上がるという家庭内トラブルが実際に起きています。まとめ、e スポーツは市場規模こそまだに100億円ゴルフの70分の1ですが、成長率は全スポーツでダントツの1位です。ゴルフが利用税という形で国に貢献しているのに対し、e スポーツは若者の新しい働き方プロゲーマー配信者という文脈で、新しい納税の形個人事業主としての所得税を生み出しています。1位ゴルフ1兆4200億円。ゴルフは日本で唯一、プレーするだけで専用の税金を納めるという、極めて納税額の大きいレジャー型スポーツの王者です。やる参加型約1兆3400億円。ゴルフ場売上約9000億。用品約3400億。練習場約1000億。見る工業型約800億円。国内男女ツアー賞金運営放映権。ゴルフ専門メディアと推定納税額約2600億円。消費税1400億。ゴルフ場利用税約450億。法人税と唯一税金がかかるスポーツ。1、業界特性推移傾向。業界特性超高単価なインフラ。全国に約2100カ所のコースがあり、1回12万円のプレー代が市場を支える巨大な施設産業です。人数参加人口
約500万680万人統計により幅合い、コア層60、70代の引退による2025年問題が懸念されていましたが、最近では30、40代の団塊ジュニア世代の参加率が上昇し、市場を支えています。トレンド、インバウンドバブル海外富裕層が日本のゴルフ場は安くて質が高いと押し寄せ、北海道や千葉などの名門コースでは客単価が急騰しています。インドアゴルフの急増都市部でシミュレーションゴルフを完備したインドア練習場が激増しており、初心者や若年層の入り口となっています。2、税金のトラブル事例と注意点。ゴルフは接待と趣味の境界線が極めて曖昧なため、税務調査で最も揉めるスポーツです。ゴルフ接待の否認最も多い事例。トラブル取引先を接待したとしてプレー代を経費交際費にしたものの、税務調査で実際には友人と回っていた特定の日曜日にばかりプレーしていると見抜かれ、経費を否認されるケースです。教訓領収書の裏に誰と何の目的でをメモしておくのは必須ですが、最近の税務調査ではゴルフ場の予約データ同伴社名を遡って確認されることもあります。女子プロへのレッスン料経費問題。事例。経営者が女子プロゴルファーにレッスンを依頼し、広告宣伝費や福利厚生として経費にしようとした事例。トラブル社長個人が上手くなりたいだけの趣味家事費と判断されると、全額否認されるだけでなく、悪質な隠蔽とみなされれば重加算税の対象になります。ゴルフ会員権の損益通算廃止。かつての節税昔は、高い時期に買った会員権を安く売って出た損失を給与所得と合算して税金を安くする手法が流行しました。現在は税制改正によりゴルフ会員権の売却損を他の所得と相殺することは原則できません。これを知らずに節税目的で会員権を手放し、税務署から還付金は出ませんと拒否されるトラブルが今も絶えません。ゴルフ場利用税の非課税申告漏れ。事例。70歳以上や18歳未満は利用税数百円1000円が免除されます。注意点。本来はチェックイン時に証明書を出せば引かれますが、これを忘れて支払い、後から返してほしいと言っても、税金地方税の性質上、その場での対応が難しいといった小さなトラブルが現場で頻発しています。まとめ、ゴルフは他のスポーツのように用具を買うだけでなく、プレーするたびに地方自治体に直接税金を納める利用税という行政にとって非常に重要な財源となっています。そのため、国も安易に排していけず、スポーツ産業の中でも税金と最も密接に関わるスポーツであり続けています。いかがでしたか？この情報が少しでも役に立つと思ったら、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。またお会いしましょう。